皆さんこんにちは。生き物とものづくり系チャンネルの佐々木家の休日へようこそ。このチャンネルでは飼育している爬虫類の飼育方法や爬虫類飼育用品の制作過程を定期的に投稿しています。今回は名前にミカドを冠する日本在来種ミカドオオアリをお迎えしたので、お迎えから3ヶ月後の様子と超高機能なアリの巣を導入した様子をお届けします。2月某日、真冬で寒い日が続く中、1本の試験管が届きました。こちらが界隈で最近話題の超レアな日本在来アリ、ミカドオオアリです。名前にミカドが入るくらい風堂々とした風貌という感じではないですが、黒光りのボディにアクセントとなる黄色い足が美しい見た目のアリですね。ミカドオオアリは夜行性で枝の中に巣を作るため女王を発見するのがやや難しく、2024年時点ではヤフオクやアリ専門店で2000円から6000円程度で取引されています。今回はアリスインアンダーグランドさんから新女王と働きアリが7匹ほどのセット品を購入しました。こちらのセット品は試験管を拡張するようにいくつか部品が備わっており、部品同士を連結するためのアダプタに水がポトポト垂れずに給水可能な給水器を取り付け、肉餌や蜜餌を補給するためのキャップともう片方のチューブで試験管と連結することができます。見た目にもスマートで多機能なアリの巣が完成しました。ミカドオオアリは夜行性なので上からアルミシートをかぶせてしばらく様子を見てみましょう。5月某日、女王をお迎えしてから3ヶ月が経過しました。働きアリの数は現在7匹で、お迎えしてから1匹も増えていません。実はこの間、私のうっかりで試験管内を超絶加湿してしまい、働きアリを2匹落としてしまいました。ミカドオオアリはもともと乾燥を好む品種なため、高湿度だと逆に弱ってしまうことがあります。幸いにも、アリたちが風通しの良い連結部に避難してくれたため、女王も卵も無事でしたが、試験管を加湿した関係で、奥側のゴミ捨て場がカビて不衛生な状態になってしまいました。というわけで、試験管のお掃除ついでに今後の発展を見据えて巣を大きくしてみましょう。到着しました。連結拡張型ハニカム形状アリス、商品名は横置きリンクスです。こちらのアリス、近代的な見た目通りかなり多機能な人工巣と話題です。まずは巣になる部分を紹介しましょう。六角形の箱の中は部屋が9室割り当てられており、150匹ぐらいのミカドオオアリが収納できます。各部屋の床は細かいメッシュ構造になっていて通気性も良く、こちらの穴から注水すると下部の軽石エリアに水が溜まって最大1ヶ月ぐらい巣を加湿できます。ただ、過去に失敗したようにミカドオオアリは乾燥を好む種なので加湿はしない予定ですが、今後、湿度を好むアリをお迎えした時にはかなり重宝しそうですね。また、オプションとしてこちらの真っ赤な遮光フィルターも購入しました。このフィルターを巣の上部に取り付けることで、巣の中を夜のような暗い状態にできるので、夜行性のアリが落ち着ける空間を演出しながら観察ができるようになります。今までは夜行性の試験管巣をアルミシートで囲っていたため観察しにくかったのですが、これなら上から覗き込むだけで内部が観察できるので、チラチラ眺めながら楽しく飼育できますね。お次は餌場の紹介です。六角形の箱に丸いアクリルケースが装着されており、上の蓋を外せば餌を投入することができます。今まではミルワームを刻んだり、昆虫ゼリーを少量すくってキャップの中に詰め込んでいましたが、これなら上からポイッと置くだけで済むので、餌やりやゴミ捨てが非常に楽になります。各所に金属メッシュの通気穴が多数開いているので、餌がカビたりするリスクも抑制できます。また、この箱の側面には6箇所のネジ穴があり、付属のアダプタを装着すれば、給水器や蜜餌器を自由に取り付けられるだけでなく、先ほどの六角形の巣を並べて連結プレートで固定すれば、簡単に巣を拡張することもできます。今回はスターターセットに入っていた2種類だけを連結しますが、他にもタワータイプもあるので、コロニーが成長していくのに合わせて、どんどん拡張していく楽しみが増えますね。新しい環境を組み立て終わりましたので、早速引っ越してもらいましょう。給水器用の連結アダプタが2個ついてきたので、1つを巣につないでチューブで連結します。チューブを連結したら新しい巣に移ってもらうため、試験管巣の遮光カバーを外して放置します。しばらく待っていたら無事に引っ越しが完了していました。さらにしばらく待ったら落ち着いたようなので、試しに餌を与えてみましょう。餌場のアクリルケースが深くて手が入らず、ピンセットでの取り扱いが必須になったので、簡易的な餌入れを作ってみました。これでピンセットで出し入れできるので、餌場に手が触れることなく給仕ができますね。しばらくはこんな感じで飼育を続けて、コロニーが大きくなるのを見守ろうと思います。といった感じで、今回はミカドオオアリをお迎えしてから3ヶ月間の様子をお届けしました。
アリの飼育は初めてで、これまで飼育してきた生き物とは違う独特な飼育方法にまだ慣れていませんが、女王アリの寿命は10年以上あるらしいので、これから長い付き合いの中で学んでいこうと思います。いつか街づくりシミュレーションゲームみたいにアリだけの小さな街を作って楽しみたいですね。最後まで見てくれてありがとうございます。皆さんのいいねやコメントが毎回制作の励みになっています。また、このチャンネルは爬虫類飼育初心者向けの飼育方法や飼育に役立つアイデア用品の制作過程を発信しています。まだチャンネル登録していない人は、この機会にぜひフォローをお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。